ニマルでございます。ファズファクトリーといえば一時期は誰もがボードに入れていたイメージですが、最近あんまり見なくなりましたね。自分も人生初ファズがこれのベクスターだったりしてめっちゃ使い込んだんですが、最近進化系であるブリスファクトリーをゲットして改めて使ってみたら、やっぱファズファクトリー今でも唯一無二のめっちゃいいファズだなと再認識しました。そこで今回はファズファクトリーの魅力と使い方、廉価版であるベクスターとの違い、ブリスファクトリーって何ができるんじゃという3本立てでいってみたいと思います。まずはオリジナルファズファクトリーの魅力を再確認してみましょう。ファズファクトリーの一番の特徴といえばやっぱ発信ですね。スタブというつまみをマックスにしてるといわば普通のファズ、左に回していくと発信するというイメージですね。弾いてない時だけ発信するので、よく聞く使い方としてはこういう給付で発信させる方法とか、個人的に好きなのがサスティーンがだんだんと発信に置き換わっていくような感じ。こんな風に面白い使い方ができます。で、このファズファクトリー、もちろん発信させるのもいいんですけど、これだけ爆発的な人気を得た理由としては、発信させなくてもかなり良い音だというとこですね。トーンベンダーっぽいぶっといサウンドで、ギターのボリュームを絞れば鈴なりっぽい感じも出ると。単なる発信ファズで終わらないこのバランス感覚が大きな魅力だなと思います。このファズファクトリー、定番な割にコントロールに癖があるというか癖しかないので、ちょっとややこしくて結局よく分からずノリで使ってるという人も多いと思います。ゲインとあとスタブで発信の音程を変えるのはいいとして、音作りを難解にしているのがコンプとゲートという2つのつまみです。これら言葉の意味通りに受け取ると無駄に混乱するので、ここは一旦忘れて、おすすめなのが発信させた状態で回してみることです。コンプを上げるとだんだん低くなっていって、最終的にブチブチと潰れた状態になる。一方ゲートを上げると発信音が高くなっていって音が消え入るような感じになります。なのでどっちも下げた綺麗な状態から、ゲートを上げるとジリジリ、コンプを上げればブチブチとベルクロっぽくなるという認識で自分はやってます。個人的にあんまり綺麗すぎる発信よりもブチブチジリジリと途切れかけたような音が好きなんですが、そういった音を作るためにはコンプとゲートの絶妙なポイントを探す必要がありますね。
この元祖ファズファクトリー、当時めっちゃ高くてとても買えなかったんですが、そんな我々の救世主がこのベクスターでした。塗装がハンドペイントじゃなかったり、あと部品を変えてコストを抑えた廉価版ですね。ただこのベクスター、音に関わる部品は一緒だよという売り文句だったんですが、若きベニマルはずっと思ってました。ほんまに同じなんかと。そこで十数年越しに比較してみたいと思います。大体同じですが、ちょびっとだけ違いもありますね。元祖の方はトレブルの角が取れたような分厚めの音、ベクスターは比べると攻撃が派手にジャリッとしてます。発信させてみると違いがより顕著になります。元祖の方が誤解を恐れずに言えばヴィンテージライクなサウンドで、値段も高いし多分希少なトランジスタを使ってるのでひいき目に見たくなるところですが、ぶっちゃけベクスターのド派手な音の方がかっこいい場面も多いと思います。特に発信を積極的に使いたい人はブライトなベクスターの方がいいかもしれませんね。そして時代は進み、ファットファズファクトリーやファズファクトリー7を経てブリスファクトリーが登場します。ZVEX とチェイスブリスのコラボで出た特殊なモデルですね。正式に日本に入ってきてないので情報も少なくて、ネットで見かけて気にはなるけど具体的にどういうもんなのか結局よくわからんという人も多いと思います。簡単に言うと、何個かつまみとスイッチが増えた上にエクスプレッションペダルとか MIDI が使えるようになったファズファクトリーです。おかげでまず誰もが一度は考える演奏しながらスタブを回して発信させるというゲートが可能になってます。スタブだけじゃなく全部のつまみを外部操作できてプリセットもできるので、極めて実践的なファズファクトリーといった感じです。ちなみにシグナルパスはアナログなので安心というか、これの前にバッファつないだりするともちろん音は変わります。より詳しく見てみましょう。ブリスファクトリーで追加された目立つ要素としては、まずつまみが1つ増えてます。ローパスフィルター、こいつは真下のスイッチと連動してて、スイッチでレゾナンスのきつさを3段階で切り替えれます。緩めにかければ普通に広域を抑えるトーンとして、一方レゾナンスを上げればフィルターの発信を利用して突き抜けるようなモーフィングもできますね。このフィルターがブリスファクトリーのかなり重要な要素で、音に変化をつけたり帯域を強調することで今まで以上にかっちょいいサウンドが作れるようになってます。帯域を絞れるとギターだけじゃなくベースとかシンセにも使いやすいのも良いですね。次に真ん中のスイッチ、
これは分かりやすくサウンドキャラクターの切り替えです。ファッター側にしていくと音が熱くなるのと同時にゲートファズっぽい感じが増していきます。このスイッチは発信音のニュアンスにも関わるので、発信させる場合はそこで選ぶことになりますね。結構いろんなニュアンスが出せるのでアイディアが広がりますね。で、もう一個のスイッチがオグジュアリファンクション。これは下のオグジュアリフットスイッチとセットになってます。スタブ、フィルター、ゲートの中から一つ選ぶんですが、選んだパラメータはこのオグジュアリフットスイッチがオンの時だけつまみが有効になります。例えばスタブを選んでるとオグジュアリオフだとスタブが全開なのであんまり発信していない状態。オンにするとスタブがつまみの位置になるのでガンガン発信しました。これで演奏中に発信させるさせないを切り替えたりとか、あと発信の音程をガシガシ切り替えるようなフレーズメイクなんかもできそうですね。あとはチェイスブリスではおなじみのプリセット切り替えスイッチとか、上のディップスイッチはエクスプレッションにどのパラメータをどう割り振るかとか、フットスイッチのラッチ、モーメンタリとかそういった設定をするやつです。ちなみにこのディップスイッチ以下によっては MIDI やエクスプレッションを使わなくてもペダル単体でシンプルなモジュレーションならできちゃいます。こういう一度きりの変化だったり周期的なモジュレーションならばペダル単体でできるのもチェイスブリスのいいとこですね。最後にこのブリスファクトリー、じゃあ単純にファズファクトリーの上位互換かというとそんなことはありません。元祖と比べると音や操作感が結構違います。元祖のスムーズで太いサウンドと比べるとブリスファクトリーはどのモードであってもアタックのブチブチ感が強めで、いわばゲートファズっぽい感じになってます。もう一つ発信させた場合、こんな風にかなりストレートに発信するオリジナルに比べてブリスのどのモードでもちょっとニュアンスの違う発信になります。あと実際触ると強く感じるんですけど、オリジナルの方はスタブを全開にすればほぼ発信しなかったんですが、ブリスの方はスタブ全開でも結構余裕で発信します。なので普通の方に慣れてると割ともどかしい思いをします。クリエイティブさで勝るブリスファクトリーですが、オリジナルのストレートでぶっといサウンドに魅力を感じている人はオリジナルの方がいいかなと思います。
ということでファズファクトリーファミリーを見てまいりました。もう10年以上前に流行ったペダルですが、この絶妙なバランス感覚を持ったファズは現在もあんまり類を見ないです。最近はグリッチエフェクトとかが増えて、結構ファズファクトリーとシナジーのあるペダルも多いので、逆に今風というか、うまくやれば昔よりかっこいい使い方もできるかなと思ってます。使ったことないよという人はもちろん、昔使ってたなぁという人なんかもまた引っ張り出して新たなサウンドを開拓してみてはいかがでしょうか。個人的にはブリスファクトリーをガチガチに MIDI コントロールして使っていこうと思ってます。 MIDI が使えるファズは貴重です。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。